温泉宿を作ったことにより、何もなかった島が少しずつ賑わい始め、島の噂を聞きつけた2人の訪問者が集会所にもやってきた。どうやら島に移住したいらしいのだが、まだ住む場所の準備ができていない。急いで住めそうな土地を探し、川のほとりに2軒の家を建てることになった。果たして今回はどんな開拓物語になるのだろうか。こんにちは、まずくです。島の4分の1が完成して少しずつ賑やかになり、移住者も現れました。ということで今回は南河口周りに動物2人のお家を使ったエリアを作っていきます。サムネイルに映っているエリア以外も作っていますので、よければ最後まで見ていただけると嬉しいです。それではどうぞ。まず島刈りをする前にいつも描いている絵をご覧いただくんですけど、今回作ったものとは少し変わっているんですけど、だいたいこんな感じで作っていきます。で、前回の動画からかなり間が空いてしまったんですけど、実は今日作るエリアがなかなか完成できなくて、13パターンぐらい考えた後にやっと納得いくものが作れました。お待たせしてしまって申し訳ないです。はい、ということでまずは作る場所まで移動していきます。階段を登って2段目に行くんですけど、今回は2段目からつなげるわけじゃなくて1段目のエリアがメインとなります。では早速作っていきます。まず今回作るエリアのつなぎ目となる2段目には木の板を敷いて、展望台というか屋上というか橋みたいな感じにしていきます。全体はこんな感じです。で、2段目を囲うように西部の街並みを置いて、さらに1マス分だけ崖を足して、その上に展示台を置きます。ちょっとアクセントっぽくしているのと、あとはマス目合わせで置いたのと、さっきも言った通り橋っぽくも作っているので、間にアクセントがあるとより橋っぽく見えるかなと思って使ってみました。で、木の板の上に何もないと寂しいかなと思ったので、一つだけ掘る場所を置いて飾っておきます。で、2段目を囲ってしまったことによって下に降りられなくなってしまったので、集会所エリアを見渡せる道のところから下に降りられるように坂を設置しておきます。で、坂の隣には島の入り口のエリアがあるので、麦畑や低木を植えてなじませておきます。では次は坂を降りた場所が少し中途半端なスペースになっているので、ここを埋めていきます。まずは今回作るメインのエリアにつながるように道を敷いていきます。前デザインは集会所に使ったものを使っていきなり雰囲気が変わらないようにしています。では次はもともとあった西部の街並みと同じように、今回置いた西部の街並みの前にも柵を立てます。で、次は道沿いに低木を植えていきます。ただ道を敷いただけなんですけど、余ったスペースをただ埋めたというだけの印象にしたくないので、集会所を作った時にも使っていたアネモネを植えて、さらに雑草や麦畑を使って少し神秘的にも見える道にしてみました。
自分的にこの余ったスペースの埋め方結構気に入っているんですけど、どうでしょうか。真似しやすい埋め方かなと思うので、よければ皆さんも作ってみてください。ではここからはメインとなる場所を作っていきます。この場所は加工があるんですけど、後で形を整えた方が作りやすいので、一旦まっすぐ伸ばしていきます。ちなみに川幅は橋を架けようと思っているので、架けられるぐらいの幅にしておきました。で、今回はその橋を架けたところから見える景色を作っていこうかなと思うので、川から少し離れた場所にお家を2軒建てるためのタイルを敷いていきます。川から見るとこんな感じです。ちょうどいい距離感が確認できたので、建物を建てる位置を決めていきます。建物と建物の間はちょうど橋の幅と合わせて4マスにしておきました。では早速橋を架けてみます。はい、こんな感じになりました。では次は建物2軒だけの寂しさをなくすために、お家の周りに西部の街並みを置いていきます。どうでしょうか。建物の後ろと横に足しただけなんですけど、寂しさがなくなったかなと思います。では次はタイルと草地の境目をなじませるために柵を立てます。柵は橋の色と合わせた柵にしておきました。ではこれでベースが完成したので、ここからは川の形を整えていきます。いびつにしなくても整備されていた感じがしていいかなとは思うんですけど、今回は木がわさわさの中に建物が建っている感じにしたいので、そのわさわさ感に馴染むように川も自然な形にしていきます。川はなるべく角は丸くしてぐねぐねになるように、手前と奥をずらしながらいびつにしていくとぐねぐねな感じになるので、そこを意識して形を変えていきます。はい、全体はこんな感じです。とりあえず川の終わりは後で決めたいなと思うので、そのままにしておきました。では次は木を植えていきます。木は建物を隠さない位置に植えつつわさわさにしたいので、植えられるところにどんどん植えていきます。で、ちなみに今回は竹と広葉樹を使ってみました。お気づきの方もいるかと思うんですけど、エリアごとに木の種類は変えております。全体的な時代の設定は統一感を出したいんですけど、一つ一つのエリアごとは特徴を出したいなと思っているので、木の種類は変えています。では次はもっとタイルと草地の境目をなじませるために、集会所とアネモネが咲いている小道でも使った眉デザインを敷いていきます。で、ちゃんとつながっているようにしたいので、橋の手前側と次のエリアにつながる場所にも敷いておきました。全体はこんな感じです。では次は家具を置いていくんですけど、まず建物と建物の間は次のエリアにつながる入り口っぽくしたいなと思うので、鳥居を置きます。で、この鳥居は草で埋もれている感じにしたいので、鳥居を木で挟んでおきます。で、鳥居は奥だけじゃなくて前にも置きます。全体はこんな感じになりました。次のエリアの入り口っぽさが出てきたかなと思います。ではさらに家具を置いていきます。まず鳥居と建物の間が空いているので、木箱と陶芸品を置いていきます。で、さらに鳥居の反対側も埋めていきます。
建物の横に木箱とかで埋めていくと生活感が出るので気に入ってます。で、さらに2軒のお家の敷地外にも家具を置いていきます。で、右側がまだ空いているので、まず周りと同じように道を敷いて木箱と壺で埋めておきます。はい、全体はこんな感じです。どうでしょうか？家具を置いたことでかなり賑やかになって生活感が出たかなと思います。で、ここからなんですけど、割と今回シンプルな地形になったので少し特徴を出したいのと、どうしても使いたくなってしまったので大好きなサボテンを木の間に入れていきます。はい、どうでしょうか？ついでに雑草も生やしてみました。意外と馴染んでるんじゃないかなと思います。もともと和風の島を作ると決めた時から毎回自分っぽさは出していきたいなと思っていたので、今回はサボテンを使ったことで今までよりも私っぽさが出ているかなと思います。では次はぶつ切りになっていた皮の終わりをなじませていきます。今回は滝を作ってなじませようかなと思うので、そのための崖を作ります。で、後ろのエリアが見えないようにしたいので、崖は2段の崖にしていきます。はい、手前から見るとこんな感じになりました。では次は橋の手前を埋めていきます。橋の手前はスペース的に木が植えられないので、低木とサボテンを置いて、せっかく綺麗な川があるので眺められるように丸太のガーデンベッドも置いておきます。で、川の左側も埋めていくんですけど、川の左側はモリモリにしちゃおうかなと思うので、木と低木とサボテンと麦畑でどんどん埋めていきます。何気に今回ぐらいモリモリな感じって動画では初めてやった気がするんですけど、なんか今後森がテーマの島も作っても面白いんじゃないかなと今回で思いました。はい、ではこれでだいぶモリモリになったので、さっき敷いた道の上を飾っていきます。倒れているように見える丸太を3本置いて、メインのエリアと色合わせをするために灯籠を置いて、これで今回の島繰りは完成です。いかがでしたでしょうか？今回はエリアのつなぎ目と南河口周りを作ってみました。ずっと完成しなくてすごく悩んだし、かなりお待たせしてしまったんですけど、最終的に大好きなサボテンも使えて、今回もお気に入りのエリアになりました。また次回も見ていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。
よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。はい、じゃあ。